そこのあなた様、ちょっとだけでも聞いてください。最近改めて気づいたんですけど、人間の毎日って気づかないけど、決定づけられちゃっている。ある意味、恐ろしいものがあるんですよね。それは、潜在意識というものですね。私、メタスピリチュアル探求家のミリカです。こんにちは。この動画では、あなたの潜在意識をまるで、最高の親友みたいに味方につけて、毎日をもっとキラキラさせる方法を、おしゃべり感覚でシェアしていきます。一緒にお散歩しているみたいに楽しんでいただけたら嬉しいです。それで、潜在意識って何？って思いますよね。もうご存知の方が多いとは思いますが、まだ知らないよという方のために、簡単に言わせてもらうと、私たちが普段意識していない心の奥底なんですね。例えば、私ってどうせダメだなとか、もっとうまくやれたらいいのにとか、そういうつぶやきが勝手に頭の中で流れてしまうこと、ありませんか？それって実は、潜在意識が裏でこっそりシナリオを書いているからなんです。シナリオを、そう、でも、ここからが面白いところです。そのシナリオ、私たちが書き換えられるって知っていましたか？しかも、すごく斬新な方法でなんですよ。自分が自分の毎日のシナリオライターになるなんて、ワクワクしてきましたよね。じゃあ、一緒にその旅を始めましょう。パート1。潜在意識って何？私たちの隠されたスーパーパワーだよ。まず、潜在意識がどんな存在なのか、ちょっとイメージしてみましょう。頭の中を鏡でできた大きなお城だと思ってみてください。鏡でできているから、お城の中を見る前に鏡に映った自分の姿がまずはとても気になるようです。変な風に人から思われないかな？自分ってイケてるかな？って気になってしまい、鏡のお城の中がどうなってるのかまでなかなか意識が向かっていかない。そう。潜在意識という、つまり普段の考えや決断している部分は、そのたくさんの鏡がキラキラしたお城の表の広場みたいな感じです。そして潜在意識はその地下にある秘密の宝物庫のようなものなんですよ。そこには子供の頃の思い出とか、習慣とか感情とか全部詰まっています。だけど普段はほとんどその潜在意識の地下、宝物庫には行こうとしても鏡に映る自分に気が取られていかれないのです。ところで、今、あなたはどんな宝物庫が思い浮かんできましたか？地下に続く階段はまっすぐでしたか？それとも螺旋状でしたか？では、宝物庫は明るかったですか？それとも薄暗くてミステリアスな雰囲気？心理学のフロイトさんも言っていましたけど、私たちの行動や気持ちって、この宝物庫からすごく影響を受けているんだそうです。それで、私、この間、びっくりしたんですけど、潜在意識って私たちの意識の 90% 以上を占めているらしいんです。残りの 10% くらいが普段の意識なんですね。ちょっと待ってください。ってことは、宝物庫ってめちゃめちゃ広くないですか？いつも意識していない思いやこれまでの記憶がたくさんというか、ほとんど占めている。私たちが、よし、今日から変わるぞ、って決めても、地下の宝物庫の中身があまりに多すぎて、いやいや、いつものまま、このままでいいよねって無意識に抵抗してしまうことがあるわけですよ。なんか、頑張れ私、頑張れあなた笑い。でも、ここがポイントですよね。その宝物庫の鍵、私たちが持っているんですから、扉を開けて中身を整理してしまえばいいんですよね。鍵は私たちが持っていることを忘れないようにしましょう。例えばね、私、昔から人前で話すのが苦手って思い込んでいたんです。でも、ある時気づいたんです。これって、小学生の時に発表で、笑われた記憶が潜在意識にこびりついていただけなんだって。それに気づいたら、いや、待ってください。私、今なら笑い物どころか、むしろ私からにっこりとして笑いを提供して、皆さんの笑顔を作れるじゃないですか。って気持ちがどんどん切り替わってくる。潜在意識って、私たちの隠れたスーパーパワーなんです。使い方次第で、毎日がガラッと変わりますからね。パートに毎日を変える斬新なアプローチ。じゃあ、どうやって潜在意識を味方につけるか、具体的に話していきますね。ここからが本番です。私が最近ハマっている方法なんですけど、ちょっと変わっているので、笑わないで聞いてくださいね。ふふふ。まず一つ目は、逆転ドラマの脚本家になるという方法です。どういうことかというと、毎日の小さなモヤモヤや失敗を頭の中でドラマチックに書き換えるんです。例えば、
朝、コーヒーをこぼしてしまって、うわ、最悪なスタートって思う瞬間。こういうことってありますよね。そこを、待てよ。このコーヒーのシミが実は魔法のアート、つまりマジカルミラクルアーティスティックで、私の想像力の目覚めと覚醒のサインだったんだよ。魔法とかマジカルとかミラクルとか重複したけどってストーリーに変えてしまうんです。ね、バカバカしいって思うかもしれませんけど、これ、潜在意識に失敗それはチャンス到来って新しいパターンをすり込むんです。そしたら、次に何かミスしても、自然と次はうまくいくかもって気持ちが湧いてくるんです。もう一度言います。大げさなくらいで良いんです。この失敗はチャンスなんだよって、プラスな出来事なんだよ。と何度でもすり込むのです。二つ目は未来の自分からの手紙です。これ、すごく効くので試してみてほしいんですけど、夜寝る前に5分だけ時間を作って、未来の自分が今の私に手紙を書くイメージをするんです。例えば、ねえ、〇〇ちゃん、あの時諦めなくてよかったです。今、夢の仕事をしてて、毎日笑顔ニコニコさんですよ、みたいな感じです。それをノートに書き出すんです。これ、潜在意識に、私、絶対大丈夫って安心感を植え付けます。しかも、このお手紙を書くたびにワクワクしてきて、朝起きるのが楽しみになりますよ。涙出てきた。三つ目は、ちょっと大胆なんですけど、鏡の中の自分とデートです。朝、鏡を見て、やば、クマができてる、とか思うんじゃなくて、おはよう。私の最高のパートナー、今日も一緒に楽しみましょうねって自分に話しかけるんです。最初は照れますけど、これ、潜在意識に、私は愛されてるって信号を送ります。自分を好きになるって、毎日を変える最強のスイッチだと思います。パート3、リアルな変化を感じる瞬間。それで、こういうことをやっていると、だんだん変化がリアルに感じられてきます。私、最近気づいたんですけど、前は、どうせ私なんてって思うことが多かったのに、今じゃ、私ならできるかもがデフォルトになってきています。例えば、この間、友達と話していて、〇〇ちゃん、最近なんか楽しそうですねって言われたんです。自分が気づかなかったんですけど、潜在意識が変わると、周りにも波及するんですね。それに、面白いことに、潜在意識って時間をかけてゆっくりと変わるものなので、焦らなくていいのもポイントです。私の場合、最初は、本当に効いてるのかなって半信半疑でしたけど、1ヶ月くらい続けてみたら、自然と朝の気分が軽くなっていたり、小さな幸せに気づけるようになっていました。まるで、心の中の宝物庫が、もうネガティブなものは置いておくスペースがないですよって片付けてくれたみたいです。広さ 90% なのにね、ふふふ。ね。あなたはどう思いますか？潜在意識って私たちの毎日を裏でこっそり彩っている脚本家シナリオライターみたいなものですよね。でも、そのペンを握るのは私たち自身なんです。今回お話しした方法、全部試さなくても大丈夫です。どれか一つでもピンときたら、今日からちょっと遊ぶ気持ちで始めてみてください。だって、毎日を変えるのって、実は壮大な冒険より、小さな一歩から始まるものだと思いますから、私もまだまだ試している途中ですし、あなたと一緒に希望を持って変化していけたら嬉しいです。この動画を見てくれたあなたに、心からエールを送ります。もしよかったらチャンネル登録、お気に入り、高評価してください。そして、コメントをお待ちしております。潜在意識を味方につけて、あなたらしいキラキラした毎日を送りましょう。それでは次回の動画もお楽しみに。またね。'Cause you're as beautiful